フラッシュライト GO 様より製品を提供いただき動画を作成しています。ご視聴ありがとうございます。今回はバストライトのベルサボを紹介したいと思います。LED ライトではなく LEP のライトです。特徴は強烈な指向性。光の拡散が少なく遠くまで届きます。まるでビームみたいな光。またベルサボは LEP の欠点とされる照射範囲の狭さを焦点変更機能で解決をしています。光を拡散させることで近場での使用も可能となり、用途が広がるという触れ込み。使ってみた感想をお伝えしたいと思います。外観がこちらです。一般的なライトと変わりはありません。大きさはこのくらい。重量が 108g。仕上がりは悪くないです。滑り止めは大きめなエッジでしっかりとしたもので、手袋していても素手で握っても具合良くて好印象ですね。操作部分はヘッド部分の焦点切り替えリングとスイッチボタンが1つのみ。シンプルな設計です。ボタンの単押しでオンオフ、長押しで出力を調整します。それからクリック回数に応じて各モードへ移行します。最近のライトに慣れると機能は少なめに感じてはしまいますが、必要十分ですね。焦点調整のリングは無段階に回ります。ほぼ1回転分リングが回転。動きは非常にスムーズです。右ネジを締める方向に回すとスポットより、緩める向きに回すと拡散光となります。中でレンズが移動していくのが見えますね。点灯をさせて見ていきます。出力はハイとローの2つのみ。最近よくあるターボモードも搭載しない割り切ったものとなってます。まずは LEP の醍醐味、スポット光を見ていきます。こちらは屋内1メートル先を照らしています。光は5センチほどに収まってしまいまして、とてつもない周光。照射範囲が狭すぎて何を見ているのかよくわからず、この近距離ではスポット、実用性はほとんどありません。続いて5メートル先を照らしたのがこちらです。5メートル先でも光の範囲は30センチくらい。小さなサーチライトみたいですね。このくらいなら実用的に使えます。続いては拡散光を見ていきます。最大拡散で1メートル先を照らしたのがこちら。これなら何を照らしているのかわかります。5メートル先を照らした結果がこちら。レンズでは拡散されますが、それでも光がまっすぐ進んでいる感じで、デジタル的というのかはっきりとした光となってます。縁の部分が一番明るく、中央に向かい2段階の明るさの段付きができまして、一様で滑らかな光ではありませんが、ものすごく見にくい光でもありません。近場を照らすには扱いにくいという LEP の欠点はしっかりと補っています。バッテリーは21700タイプの 5000mAh。取り出して交換することが可能です。電池持ちはハイで使うことが多いためか、あまり良い印象はないですね。インジケーターもないので少し不便。電池が減ってくるとライトとスイッチ部分の LED 点滅でお知らせしてくれます。充電は USB の Type-C。ボタン裏側のゴム蓋を外して行います。満充電までの時間は公表されておりません。その他落下耐性が1メートル、防水等級は IP68、フィールドを選ばずに使えますね。使ってみた感想として、めっちゃ楽しいライトです。子供の頃に憧れたレーザーのような光は意味もなくつけたくなりますね。遠距離の性能は確かにすごいです。人気のない牛蜜時にこっそりと確認してみましたが、400メートルくらいは余裕で光を届けました。映像は申し訳ないのですがありません。映り込みがないことや安全を確保できる広い場所はなく、遠くを照らした場面を撮影することができなかったです。ただ結局肉眼で100メートル先見ても目が追いつかず、わあすごい以外は感想なかったですね。望遠鏡なんかと組み合わせるとまた違ってくるのかもしれません。意外だったのは近場3メートル先くらいから LEP のメリットを感じたことです。こちら少し高い天井、映像は4メートルほどですが、指向性の高さから光がしっかりと対象に届くのか、ディティールがはっきりと見えるのです。手持ちの指向性高い LED ライトと比べてみるとこんな感じ。映像からお伝えしにくい部分にはなりますが、LEP のベルサボで照らした方が詳細が見やすいんです。文字なんかも読みやすく。
例えばブレーカーのスイッチがどうなってるかとか、バルブが今開いてるのか閉じてるのかなど、普通のライトよりも確認しやすいと感じています。指向性の高さは後ろにできる影が表していまして、ベルサボーの作る影は見たことがないくらいにはっきりとしています。第三者に説明するにも使いやすく、照射範囲が狭いのでレーザーポインターまで行きませんが、似た使い方が可能です。レンズ機能のおかげで近場でもほどほどに使えます。こちらオートバイのメンテナンスのお供に使ってみた場面。最高に使いやすいって光り方ではないですが、これあれば作業はできます。暗闇であるとないとでは大違い。各参考にしておくと光もやんわりとしたものとなり、誤って目に光を入れてしまってもそこまでの不快感はなく、扱いやすくなります。この機能なかったら私にとっては用途の狭いライトだったでしょう。一般的な LED ライトと比べると良いところあり悪いところもありって感じ。遠くまで光を届けるならば LEP のベルサボーが優れるでしょう。ただこれは私の用途にないものですから言及は避けます。遠距離以外での使用の場合、周りの明かりの量に左右されるという印象を持ちました。街灯などで少しでも明かりがあれば LEP は使いやすいですが、ほとんど明かりのない自然環境においては LEP の扱いにくさを感じています。LEP の光は縁のはっきりとしたデジタルチックな光で、いくらレンズで拡散しても結局 LED の照射範囲にはかなわず、照らす場所をしっかり狙わないとなりませんので、適当にラフに使うことができません。LED ライトと比較するとこの違い。この LED で外側に漏れ出る弱い光、昔は嫌だなと思っていたのですが、実は助けられていたんだとベルサボを使ってみて感じたっすね。真っ暗闇の特に自然地形においては LEP のベルサボより LED が扱いやすいと感じました。また LEP の光は周りへの影響が大きめ。お伝えしたように光源を直接見てはいけません。自分ならまだしも他人の顔には当てちゃダメ。思った以上に光は遠くまで届きますので慎重な使用が求められます。空に向けるにもその先に飛行機あったらまずいですし、ビームのように見えることもありまして人の目も気になる。外で使うのはためらわれ、この動画撮影にすら難儀したくらいです。光が外に出ない屋内で使うにしても反射光まで気を使いながら周りへの配慮全開で使わないとなりません。販売店様に確認をいただいたところ、レーザー機器としてはクラス1とのことでそこまで構えるほど強い光ではありませんが、レーザー製品と同等と言われてしまうと使いにくくはなるっすよね。加えて LEP は法的な理由からの扱いの難しさもあります。国の定めた安全基準に適合を示す PSC マークはありませんので、日本国内での販売や譲渡はできません。最初これを持ってて良いのかよく分からず、経済産業省へ問い合わせをしたところ、 LEP ライトはおそらくレーザーを放出する装置扱いであり、 PSC マークのない製品の個人での所有については届け出の義務や罰則がないだけで全くの合法であるという回答はできかねるとおっしゃっておりました。それでは違法なのかと聞いてもはっきりは答えてくれなくて、もやっとする結果ではあったっすね。経済産業省の対応に不満はなくて、すごく言葉を選びながら丁寧な対応をいただきました。ただいろいろと追いついてない状況なんだとは感じたっすね。それ以外にも使い方によっては軽犯罪法や航空法に抵触する可能性はありそうです。良くも悪くもかなり目立つ光ですから、大っぴらに振り回すことは避けた方が良さそうです。こういった背景からこのベルサボー、とても楽しいライトですし、便利な場面は多く想像ができるのですが、自分が加害者になる可能性を考えまして使う怖さがありますね。車のような免許制でもないですから、使用可否の判断というのも難しく、実用的に使う場面は今のところ少なめとなっています。最後に製品への不満として、制御面で一つ光の強さに配慮不足なところを感じていまして、ロックモード中でもボタンを押すと低出力ではありますが点灯をしてしまいます。ロックしているのにこの鋭い光が出ちゃうのはダメっすよね。たとえローでも絞った光を目に入れるとチカチカしますから、この制御は良くないと感じたところです。あとは値段でしょうか。ライトとしては高級品。
まだ新しい技術で数が売れるものでもないでしょうから、私は今これが高すぎるとは思いませんが、 DIY やプライベートで気軽に試してみるかってなる値段ではないっすね。こだわり派円数さん向けのアイテムで価格もしっかりしたものとなってます。バストライトのベルサボー、久々にとんでもねえと驚いた製品でした。子供の頃憧れたビームのようなアイテム。 LEP はまだ新しい技術と思います。今後法整備が追いついて使えるようになるのか、それとも制約が増えるのか、最近もタイムリーなニュースがあったっすね。用途は限定されますが、正しく使えば尖った素敵なライトでした。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間ございましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。せや。